バック・トゥ・ザ・フューチャーのうん2ですかね。はい。タイムマシーンにバナナの皮とかを突っ込んで、出していくみたいな。そういう世界を実現するための本当に今、基盤が実現しつつあるな。こんにちは。スパイバー株式会社代表の関山和秀です。今日はプロテインからできている服について、5段階の難易度で、解説させていただきます。プロテイン、私たちが作っている素材なんですけれども、これを微生物に作らせて、実際に作ったプロテインを繊維にして、でその繊維を使ってゴールドウィンさんが、こういった服にしてくださっているんですけれども、実際にそのプロテインで作られた服がどういった機能があるのか、どう地球にいいインパクトを与えられるのか、そういったことを今日はお話できたらと思っております。服についてちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど、はい、そもそもその服ってどういうものからできてるかとかって知ってますか？なんだろう、動物の毛とか。ああ、動物の毛とか。そう、これはね、動物の毛からできてるんです。何の動物ですか？これは羊。羊の毛。羊の毛なんですよ。羊の毛って白色じゃないですか？そう、これは染めてるんだよね。例えばこっちの白い方、コットンって言って植物の綿なんですよね。これは何からできてるか。なんだ。これはプロテインからできてるんです。プロテイン。プロテイン。プロテイン。筋トレの人とか使う。そう。筋トレの人とか使う飲むやつ。これって匂いとかってつかないですか？プロテイン。嗅いでみて。そんなにしない。そう。服の匂いですか？そう、服の匂い。プロテインって何ですか？プロテインは、いや、すごく聞いてほしいこと聞いてくれた。このプロテインは実は何が作ってるかっていうと、その微生物、小さい菌みたいな、そういう納豆とかヤクルトとかああいうところにも入ってると思うんだけど、ああいう小さな生き物がこういうタンパク質を作ってくれるんです。僕が作ってるのはまさにこの素材、プロテインでできてるって言ったんだけど、このプロテインを作ってるんですよね。なんでプロテインとか食べ物でやるんですか？プロテインは人からすると食べ物にもなるし、でも実は髪の毛もプロテイン。そうなんですか？このウールも、これも髪の毛みたいなもんだから、羊のこれもタンパク質プロテインでできてるんですけど、このウールを作るのって本当に大変なんですよ。で、多分すごく時間もかかるし、それだけ羊にたくさんのご飯を食べさせないと、毛ができないから、例えば土地が必要だったりとか、その羊を飼うための水が必要だったりとか、すごく作るのが大変なんですけど、我々が作ってるようなこういう服っていうのはその微生物が作ってくれるので、菌っていろんなものを食べたりすることができるので、すごく効率よくその同じ服の生地を作るんだったら、そこで必要な原材料、例えば植物草を与えなきゃいけないんだったら、その草の量とか、お水の量とか、その土地の面積とかっていうのを例えば何十分の1とか、それぐらいに減らして作ることができるんですよね。このポリエステル、こういうものっていうのは、例えば、いろんな作り方があるんだけど、大半は石油から作られてるんですよね。でこの石油も限られてるよね。今すごいたくさんの人がたくさんの服を着るでしょう。服って毎日着るよね。はい。多分これから体がどんどん大きくなっていると、どんどんね着れなくなっちゃったりするし、買い替えなきゃいけないとか。そういうのは友達とかあげたり、なんていうんだろう、リサイクルとかしたり。そうだね。そうだから、できるだけリサイクルしやすいような材料だったりとかで作られていると、その、資源が限られている中で、たくさんの服をたくさんの人に使ってもらったりしなきゃいけないから、そういうことも考えながら、こういう素材とか服っていうのはこれから作っていかなきゃいけないよねっていうのが今世の中でみんなが考えていることなんですよね。この地球の生態系で
一番使われている材料っていうのがプロテインなんですよね。そのものすごく重要な材料で、それは生き物にとっては食べ物にもなるし、例えば人間にとっては服にもなるし、いろんな材料にもなる。で、こういったものがその使いこなせるようになると、そのすごい少ない資源を使って、いろんなこういう素材、服の素材だったりとか食べ物もそうだし、いろんな材料が作れるようになるんですよ。少しおかしい質問なんですけど、これ食べても害とかないんですか？これはね、多分ね、食べない方がいいと思うんだけどただ僕たちが作っているタンパク質自体は食べようと思えば本当に食べられます。今日はタンパク質プロテインでできた服についてお話できたらと思ってるんですけど、今ちょうど僕たちが着てる、これもプロテインからできている。すごいですね。そう、全然わかりませんでした。ゴールドウィンさん、これゴールドウィンのその服なんですけど、これの、原料から開発して、でそれを糸にして、こういう服に最後して、実際にこれを、今販売していただいてるんですけれども、プロテインでできてる服って実際どんな感じのイメージを？プロテインって飲むものじゃないですか。想想像つかないんですけど、なんかプロテインの中に入ってる繊維とか、研究室でなんかこうやって見てやってるのかなって。だから一般的にはなんかプロテインっていうとなんか食べるものとか飲むものとかそういうイメージですよね。そういうプロテインはだいたいいろんな動物だったりとか植物だったりとか、例えば牛乳だったり、大豆だったりとかから抽出してきて、こういう飲むプロテインとして売られてたりするんですけど、私たちが作ってる作り方っていうのは、これを微生物、菌に作ってもらうんです。我々のその原料になるものっていうのはこういうサトウキビだったりとか、要はここからその微生物の餌みたいなもの、シルクだったら蚕から作られるわけですけど、いろんな植物を食べて、でタンパク質を作ったりしてるんですけど、微生物はもうある意味何でも食べられる。植物から絞ったお砂糖も食べられるし、最終的にはこの絞りかすみたいなものも微生物は食べられるんですよね。で、いわゆる発酵っていうことなんですけれども、大豆を例えば微生物が分解して、例えば麹菌とかですね、そういったものが最終的には分解されて旨味が出て、でお味噌ができたり、その例えば牛乳に乳酸菌が入ってヨーグルトができたりっていう、同じようにですね、我々こういう植物由来の栄養源を微生物に与えて、でこういうタンパク質を作ってもらうんですね、微生物に。でこれを今度溶かして、イメージでいうとそのシャワーヘッドみたいなところからその溶かされたタンパク質をところてんみたいにピューッと押し出すと、それが糸にピューッと固まって、でその固まって出てきた繊維をちょきちょきカットしてほぐしてあげると、こういう風になるんですね。でもこれ触ってもらえると分かると思うんですけど、すごいふかふかの、もうウールとかそういうカシミヤとか、そういった素材にすごく似てますよね。で、これを今度紡績って言って、綿をですね引き伸ばしてこうやって寄っていくんですね。こうやってで寄っていくと、最終的にはこういう、いわゆる紡績紙っていう、糸になっていくんですけど、でそこからこういう服が出来上がる。なんでこういうことをやってるかっていうと、今非常にその資源が限られていて、だいたい今地球上には80億人ぐらいの人がいて、だいたい 85% ぐらいがこれからすごい発展していこうっていうような地域の人たちなんですけど、その 85% の人たちの1人当たりの消費っていうのは先進地域と比べると数分の1とかなんですよね。逆に言うと、だからその 85% の人たちの例えば食べるものとか着る服とか、そういう消費がこれから数倍になっていくっていうことなんですけど、でももうなんか物を作るための
資源とか農地っていうのは限られてるし、むしろこれから増やせない。僕たちがなんでこういう研究をしてるかっていうと、まさにじゃあ今使われてない、例えばこのサトウキビ、これサトウキビなんですけど、これ絞って砂糖を作るわけですよね。でその絞りかすが例えば出るんですけど、でそういう絞りかすが将来こう食べ物だったりとか、こういう服だったりとかにできれば、今捨ててるようなものから大量の食べ物とか素材が生み出せるようになるわけですよね。そうですね。効率よく。そういうの未利用のバイオマス、未利用のそういったバイオ由来の資源っていうのは何十億トンっていう単位で地球には存在しているので、今の本当に何倍もの資源を、そういったところから生み出せるようになるんです。確かに。でそれをすごい効率で物質を生産してくれる工場みたいな、それが微生物なんですよ。すごい。なので私たち微生物自体も改良して、すごく性能のいい、より少ない原料からよりたくさんのタンパク質プロテインを作ってくれるような微生物を開発してコンピューターで設計して、すごい。でその微生物の中にこういうタンパク質を作ってくださいみたいな、設計図をプログラムするんですね。でそうすると、こういう原料を微生物が食べて、そのプログラム通りにこのタンパク質を作ってくれて、しかもすごい効率で、こういう素材が世界中に広まってったら、環境にもいいし、未来の役に立つっていうか、そういう気がしていいなと思いました。今大学ではテキスタイル。そうです。基本的にまず染めと織りの技法を学んで、そこから今3年なんですけど、3年になってから織りを私は専攻してメインで制作をしてて、これ2年生の時の作品なんですけど、二重織りっていう技法がありまして、表と裏でこう反転するみたいな貼り方ができるので、日本に結構踏んではいけない文化みたいな、神社の敷居だったりとかいろいろあると思うんで、ウールのふわふわ感と踏んじゃいけないっていう両極端な感じで床に着目させたいなみたいな。なるほど。この二重織りの筒になってるところに綿を入れて、こうふわふわ感。タンパク質の素材ってすごく水分というか湿気っていうか吸うんですよね。だからやっぱり蒸れづらさとかっていう観点でいうと、化学性ポリエステルとかと比べたらもう30倍とかそれぐらいの吸湿性がありますし、コットンと比べてもやっぱり我々の素材だと多分3割ぐらいは高いかなと思うんですけど、こういう服を作った時に、蒸れづらいような生地が作れたりとか、そういうノズルって言ってこういうシャワーヘッドみたいなところからピュッと押し出して何万本っていう糸を引くんですけど、でその穴の細さ大きさを調節すればどれだけ細い糸でも作れるというか、カシメよりも細い、例えば10ミクロン前後の糸も作れたりとか、10ミクロンよりももっと細い糸も作れたりとかするんですよね。その肌への物理的な刺激だったりとかっていうのは非常に細くて表面もつるっとした糸ができますし、すごく深淵に近い糸を作れるので、肌への物理的な刺激が低減できるようなそういうテキスタイルとかも作れたり、こういうなんというかコットンみたいなものとも合わせられるし、もちろん化学繊維とも合わせられるし、ウールとかとも合わせられるし、100% で作れば、この辺はねその 100% の生地だったり、いろんな今種類作ってます。柔らかいですね。でこれも100% ですね。そうでちょっとタンパク質なんでしっとりしてるっていうか、そういう。何の繊維に近い感じになるんですかね。簡単に言うとですね、何にも似てないプロテインみたいな感じなんです。でたださっき言ったようなその科学的な特徴とかっていうのはやっぱりタンパク質なので、その脂肪とかウールに近いところはありますが、今あるものを何か作り変えるっていうよりかは、その今までなかったものを作りたいっていうニーズの方がすごく多いので、この素材にしかできない
ものとか風合いとかっていうのをやっぱり開発側としてはすごく目指して作ってますね。なんか今この全部ウールで作ってるんですけど、例えばこの綿入れてある部分のふわふわ感もその糸の質感自体で出して、例えばこういう地の部分とかをちょっとザラザラさせたいなとかも全部やろうと思ったらできますね。とか例えばウールだったらその縮重の度合いとかっていうのも糸ごとに変えるとかってできないじゃないですか、多分。でもそういうのを例えばすごい精密に設計して、この部分はこのぐらい入るとか、この部分は逆に全然入んないとかっていうのを例えば使い分けて、で最後にウールだけでできないようなすごい複雑な立体を作るとか、多分そういうことはできると思いますね。楽しみが広がりますね。実際このプロテインの素材って、くくりとして天然繊維ではないじゃないですか。でそのくくりとしてどういう表示になってくるのかな。そう、この素材は分類外っていうカテゴリーになってしまってたんです。開発当時してる最中にこういう素材ってないので、新しいもので自分たちでこういうカテゴリーの素材はこういう区分にしませんかっていうことを ISO に提案して、もうヨーロッパではそのプロテインっていう表示に今変わりつつあって、なので近い将来もなんていうんですかね、これ何の素材でできてるのかなっていうふうに見たときにプロテイン書かれるようになる。当たり前の素材みたいな感じになる。そうですね、そうですね。私たちがタンパク質を微生物で作ってるんですけれども、スパイバーの何がすごいのかっていうと異次元の生産性なんですよね。今日はそのあたりのことについてお話しできればと思ってますので、よろしくお願いします。今大学ではどんな研究テーマで研究されていらっしゃるんですか？まさにスパイバーさんがやってるようなバイオものづくりのカテゴリーの研究を取り組んでいて、具体的には微生物を使って医薬品を作るような研究をしていて、医薬品を作るための酵素であったり、それを作るDNA の配列みたいなものがかなり特殊な配列であったりして、それ自体を作るのが難しくて、そういう根本的な技術からまずは作っていくっていうところをやってます。すごくそれって私たちがやってる研究に近くて、例えばシルクの DNA とかってもすごく大きな配列で DNA の合成が難しかったりするので、すごく研究のなんかどこに苦労してるのかみたいなところっていうのはすごく近いのかなと思うんですけれども、実際にその微生物の発酵ですよね。で、酵素もタンパク質だと思うので、そういった実験室で日々培養してるのかなと思うんですけれども、実際どのぐらいの例えば時間でどれぐらい作るみたいなところで、どんな感じなんですか？私たちが作ってるのはタンパク質そのものというよりは、それを使ってさらに反応を起こして、その目的の化合物を作るっていうことをやっていて、だいたい5日間から7日間くらいかけていって数百ミリグラムパーリットルとかですね。もうグラムパーリットルとかまでいったらもう本当に研究の世界ではものすごいことで、いや本当に私たちも一番初めにそれこそ大学の実験室とかで研究始めた時はもう本当に1リットルあたり数十マイクログラムとか、もうそういうオーダーしか作れなくて、ただ今もう20年ぐらい研究始めてから取り組んでるんですけど、大体今だとそれこそ1リットルあたり50グラムとか、それ以上のタンパク質を作れたりとかっていう。考えられないですね。そうですね。自分たちでも想定してなかったぐらいの生産性まで高めることができてきてるんですよね。ラボスケールから量産化して、量産化もいろんなスケールがあると思うんですよ。工場によって作れる量とかも違うと思うんですけど、今例えばラボで作ってる、数リットルの培養液で、生産してますと。
でここから、今パイロットスケールのプラントになるんですけど、これだと、大体数千リットルぐらいのスケールですね。でこれ日本にあって、ここだと大体、ざっくりですけど1000倍スケール1000って感じで、ここから、タイになるんですけど、タイはもうここのさらにもうかける100倍みたいな感じなんで、数百、例えば、100キロリットルみたいな、こういうスケールアップ、ざっくりですけどしていっていて、1リットルの培養液あたり例えば 50g のプロテインパーリットル培養液みたいな、これぐらいの生産性が実現できていると。イメージですけど40時間ぐらいで、培養するので、だから2リットルあったら 100g、 4リットルぐらいあれば 200g なんで、2日でだいたいこういうセーター1枚分ぐらい、このパイロットのスケールだったらそれの1000倍分できるっていうことなんで、ざっくり、さらにこちらとその100倍ぐらいなんで、この効率ってこの時点でこれだとしたら、このかける1000かける100した時って維持されるんですか？これって維持されます。でそれはなぜかっていうと、このエンジニアリング的にこういう量産スケールでやることを想定した条件でそもそもラボで実験するんですよね。なので、ここでできてれば大体ここでできるし、基本的にはほとんど同じような生産性が出ます。下手するとラボでやってた時よりもちょっといいとか、そんなことそういうこともあります。たまに生物を使って培養するのでどうしても変異が蓄積されるんじゃないかなと思ってて、例えば紫外線だったりとか、放射線だったり、複製のエラーとかもあると思うんですけど、長時間培養すればそのリスクは上がっていくと思うんですけど、どれくらいちゃんと維持できるものなんですか？もうこのぐらいだと全然余裕ですね。そうなんですか？全然余裕です。微生物の安定性っていうか、その遺伝子の安定性だったりとかっていうのはすごく重要なんですよ。なのでそこも含めて設計なんです。やっぱりすでにじゃあ設計の段階でそういうところまで見据えてるっていうことなんです。アミノ酸配列、そのプロテインの材料としてのデザインっていうのはもちろんあるんですけど、実際にここで使うのはその微生物なわけですよね。こういうでこの微生物自体の要はゲノムはもうものすごいチューニングして F1 かみたいな感じですよね。いろんな工夫をして細工をしてもう作り込まれている微生物を使うっていうことですね。よろしくお願いします。こんにちは。お久しぶり。いつもお世話になっております。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ簡単になんというか、自己紹介お願いしてもよろしいですか？株式会社ゴールドウィンの新井と言います。2014年から10年間にわたって、主に、スパイバー社のプロテインを使って、製品の開発ですね。特にウェア洋服の開発ですね、ずっと一緒に、ものづくりを、してきました。もう10年ですね。やっと10年やっとというか苦節10年、やっと商品化ができて、昨年、たくさんの商品がこの世の中に生み出すことができ、これからね、さらに未来の話しなくちゃいけないから、これが大変ですよね。この10年間すごく進歩してきて、そういう意味では今本当に新しいものがこれから生み出せるような、しかもそれが量産としっかり紐づきながら、本当に環境だけじゃなくて実際にそれを使う方だったりとかにとってもそんな機能出せるのみたいな、やっぱりそういうものが生み出していける基盤がようやくできたというか、で、今実際にそのタイのプラントも、まだ100トンとかそれぐらいの規模でしか作れてないですけれども、この100トンっていうのは例えばウール100万トンですから、ナイロン数100万トン、ポリエステル数千万トンなので、そういったやっぱり素材から比べてみたらもう1万分の1、10万分の1っていう、もうそういうスケール
ですので、逆に言うと我々はもうここから100倍1000倍1万倍10万倍っていうところを見据えていますし、タンパク質のやっぱり醍醐味はもうデザインですから、生命が38億年とかこの地球の激変する環境にそもそも適応してこれているのは、まさにそのタンパク質がどんどん進化して、その自分を作り上げている材料自体がどんどん変わって環境に適応できる個体が生き残っているということですから、今僕がすごい思って将来に思ってかけて思っていることっていうのは、プロテインそのものの特徴というか、ね、特性というものが代替という問題だけではなくて、何か違ったね、なんていうのかな、ゾーニングというかね、価値というか、そういったものがね、作れるような部分にだんだん皆さんの研究成果がさらに新しい領域に入ってくるような気もするし、我々が新しい領域に対する想像力をね、高めていかなくちゃいけないっていうようなね、ちょっとタイミングに来てるかなって、そうなると素材の概念も全く変わるし、そうですね、原料とか、材料の概念も大きく変わりますね。いや本当にそうですね。昔バック・トゥ・ザ・フューチャーの2ですかね、タイムマシーンにバナナの皮とかを突っ込んで出していくみたいな。いやだからああいう世界観で本当に何て言うんですかね、今使われてないゴミっていうか、その未利用のバイオマスをうまく素材だったりとか食べ物だったりとかに本当に循環させて、しかもそれがどんどん新しいより高機能なものに生まれ変わっていくっていう、やっぱりそういう世界を実現するための本当に今基盤が実現しつつあるな。やっぱり我々ほら環境にね、さまざま恩恵を受けてるビジネスを結構やってるんですよね。アウトドアフィールドであるとか、山も川も海もそうですよね。でこういう素材が将来変えるかもしれない。環境をね維持する、あるいは良くするためにね、何かをするアプローチになってるっていう、そういう取り組みなんだなって僕は少し思ってるし、もう何年間か掲げてね、会社のスタッフ全員にね、そういう話をし続けたからかどうかは分からないけれども、多分ねみんなねそういうふうに思ってますね。だから一生懸命開発し、一生懸命自分のことのように考えて製品を作り、そして説明をする。やっぱり我々だけが使えるというよりは、我々が先行して世の中に広めながら、かつですね、いろんな方々に使っていただけるような未来がね出てくると、これ5年10年15年20年ってね、その先考えるのがね、やっぱり本当に楽しいですよね。そうですね。ここから生まれていく世界観がどんどん広がりますね。すごい期待してますよ。もう一緒に頑張っていけるように、僕もいろいろ夢を広げて、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はご覧いただき、ありがとうございました。さまざまな分野の方々とお話できて、非常に私たちもこれから何を目指していくのか、いろんな角度でお話できたんじゃないかと思います。プロテインに関しては、この10年後20年後30年後、まさに50年後100年後に人類にとってですね、本当に当たり前の素材、そしてなくてはならない素材になっていると信じていますし、循環型の社会を作っていくために非常に核になるようなものだと思っているので、非常に時間はかかるんですけれども、引き続き企業さんとも協力させていただきながら、大きな産業を作れるように頑張っていきたいと思います。